俺はステージで諦めたい。歌があるからっていうのはやっぱり一つ目標にあったから。入院先からも串田さん YouTube とかでアカペラで歌われていたんですけど、はっきり言ってね、他の患者さんには旗迷惑だよね。で、そうだろうって言った。ほとんど自分ではもう何にもできなかったですよ。まあ歌じゃないけど、一足さお先にね、旅立っちゃったよって、どうしたらいいか分かんないぐらい辛かったかなって。ただ、あともう一つね、みんなに分かっていただきたいのが、やっぱり大場健二って人はね、本日は高取秀明&ビッグバンド Z でですね、初めてメンバーが集まりまして、17人編成で、そしてそこにですね、串田明さんをお迎えしましてコラボレーションさせていただきました。本当に今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いかがだったでしょうか。いやー、いいね、やっぱり久しぶりにこのビッグバンドっていうので歌ったんで、やっぱり俺の曲はこのビッグバンドだよなっていうのがあるんですね。そばで生の音でプラスの音を聞くとね、こっちも燃えてくるよね。ありがとうございます。いや本当でも僕も鳥肌立ちましたし、いやそこに串田さんに支えていただいてですね、もうみんななんかすごい魂入れていただきましてありがとうございます。でももっともっと俺はね、勝ちでいきたいよって。うおー、ありがとうございます。もうちょっとね、体力あないなと思ったんだけど。いやすごかったです。でもまあこれからチャンスあるね。もちろんです。もうちょっと話はあれしますけども、串田さんはちょっとご病気をされて、入院もとても長くされていて、僕らもとっても心配したんですけど、見事に復活されて。歌があるからっていうのはやっぱり一つ目標にあったから、で頑張れたんだろうなと思う。だから何度ね、歌じゃないけど諦めかけた。でも俺はもうダメだなって、声出ないんじゃないかなとかさ、いろいろ考えたけど、でも何のために生きてるんだと思って歌があるんじゃない。だからその歌をこう捨てたら俺は何にもないじゃんっつって、だから必死になってね、ダメだって言われてもね、声出したりなんとかしなきゃっていうのをね、セオリー通りじゃダメだなと思っていろいろやりました。まあこれからの夢としてでも、これは夢じゃないね、やんなきゃっていうね、使命かなと思ってるの。歌わなきゃダメだと思ってます。私自身としてはですね、本当串田さんとはずっと以前からうちの本セクションも愛してくださってですね、可愛がっていただいて、何かの説にこういろいろご一緒させていただいたりとか、串田さんにブラジルに連れてっていただいたりとか、本当にいろんなご縁をたくさんいただいて、今回もですね、新しいビッグバンドという形で串田さんに来ていただいて、本当にスタートをご一緒させていただけるっていうのは本当にありがたくてですね、僕らも以前から串田さんとコラボしたいなってずっと思ってたんですけど、ご病気された時は本当に大丈夫なんだろうかってすごく思ってたんですけど、入院先からも串田さん YouTube とかで、それこそね、鼻にこう入れたまま歌われたりとかしてて、それをこうアカペラで歌われていたんですけど、ぐさぐさこう心に染みてくるというか、もう串田さんのやっぱお歌ってこういろんな人を励ますような、背中を押してくださるような歌ばっかりじゃないですか。入院されてる時でも歌われてるのってもう本当俺もう心に来ちゃって、本当励まされました。はっきり言ってね、他の患者さんには旗迷惑だよね。大体病院なんか静かにしてろと言われるはずなのに、それでもここで何とかしなきゃと自分で思ったから、怒られてもよし、俺はやるんだと思って、ちょっと悪いとは知りつつ勝手ながら、声を出して復活のなんかこう兆しを見せられるように頑張ろうと思って、でずっとやってました。いや僕は今年に入ってからはアリを北砂でショッピングモールのイベントでご一緒させていただいた時に、イントロがかかっただけで会場がドーン揺れるという、そして串田さんがそれをまた素晴らしいパワーで歌い始めた時、もうみんな全身に鳥肌立てたのを僕も立ちましたし、会場全体が鳥肌立ったのを僕はまた目撃させていただいて、ブラジルでもそうだったんですけど、常にいつもですね、串田さんの歌が歌い始めからもうがっつりこう僕らに心を掴んでくれるっていう歌をですね、間近でまた聴けて、本当に完全復活だなってすごく嬉しくなってですね、こうやってまたご一緒できて本当に嬉しいです。これからどんどん皆さんの前でね、歌えるチャンスがねできたら、できるだけどこでも行こうとは思ったんですよ。嬉しいですね。そうしてなきゃ、自分は何のためにねいるんだろうってなっちゃうから、普
通だとそれなりの年になってますからそろそろかなっていうのは結構感じるんですけど、でもそれじゃ嫌だっていうね、自分の中にそういうやつがいるんですよ。誰から聞いてもこれは無理だなと思うような声になったら諦めますけど、でも俺はステージで諦めたい、最後まで歌いたいというか。僕らは後輩としていつも串田さんの背中をいつも追いかけてる立場なので、串田さんがお元気で歌ってくださってる時まではもうずっと僕は自分がこう調子なんか崩してる場合じゃないなともういつもなんかこう襟を正されるというか、これからもちょっと追いかけ続けさせていただきたいと思ってますので、いつまでも歌い続けていただける。いや光栄です、ありがとう。いや皆さん元気ですよ。当時と変わらないキーで歌えるというこの凄さ、皆さん絶対に串田さんの生の歌は聴かないと本当に人生損しますからね。まあ、今回はですねちょっともう一つ話を知らせを僕も聞きましてショックを受けたんですけども、おばさんが、お亡くなりになるということがありました。串田さんはどういう形で聞いてまたどんな思いになられたんですかね。まあ、最初本当かよっていう感じだったですね。以前お会いした時には彼はすごい目力がすごい、もう見た時これならまた早く立ち直るなと思って、で待ってたんです。で今度そう覚醒して今度やったら一緒にやろうなって、そういう気持ちでいたら最近だってからギャバンのステージが多くなって、それで歌ってたんだよね、大場さんの後輩が今度大場さんに会いに行こうよって言うから、俺の調子がもうちょっと体調良くなったらじゃあ行こうねって話していたその次の日です。そうだろうって言った。なんでもうほとんど、自分ではもう何にもできなかったですね。どうしたらいいか分かんないぐらい辛かったかなっていう。まあ歌じゃないけど一足さお先にね旅立っちゃったよって、また向こうで新しいことなんかやってんだろうって、そういうふうに考えて、あとはしばらくはこっちでお坊さんがいたことをもう証明するためにもうちょっと歌っていくよって、そういう考えでした。んでまたまたこうギャバンを歌い続けることによって大場健二という人をみんなが思い出してくれるだろうと思うし、だからそれをつなぎたいかなとは思ってます。訃報がこう全国にこう伝わった時の皆さんのショックと、悲しみというかそういうのもこう全国にこう広がっていきましたしね。やっぱり中継時ギャバンでおばさんと串田さんが歌われて演じられてというこの訃報を聞いて残念だなとも思ったのと同時に、串田さんがこれからもギャバンを歌っていけばおばさんもきっと喜んでくださるのかなという。ただあともう一つね、みんなに分かっていただきたいのが、やっぱり大場健二って人はね、ヒーローは強くてかっこよくて優しい、そうあるんだけど、その優しさが普通じゃない、秘めた優しさなんです。俺は優しいんだっていうヒーローじゃなくて、本当の自分のお父さんみたいな、そういう親がこう守るような、そういうようなヒーローだったんじゃないかなと。秘めた優しさを持ったヒーローでも普通のね、リアルヒーローだけど、誰にもできないね、普通なんですよ。かっこいいとかそういうのは誰かができるんですけど、誰にもできない普通っていうのがね、僕は思ってる普通のヒーロー。ギャバンも役をもらってから大場さんがどんどん役を広げていって、強さじゃなくてその優しさの広さをどんどんこう浸透させてたんじゃないのかなと思う。本当にね、スーパーヒーローだなとは思ってます。串田さんがこうね、ずっとまたギャバンが終わった後も変わらず串田さんが歌われていたことで、さらにもうみんなの心に刻まれていますし、当時リアルタイムで見ていない世代の人たちも串田さんの歌を聴いてギャバンを知るっていう、そういうなんていうんですか、相乗効果みたいのをさらにこう串田さんがやっぱ歌い続けてくださったおかげで、今回のおばさんの訃報に関してもやっぱりみんながこう衝撃を受けましたし、また改めて作品が素晴らしいっていうことと、串田さんの歌が素晴らしいっていうことと、歌詞の中に入っている言葉やそういうのの強さと優しさとか重みとかっていうのをまた改めてなんかこうみんな噛み締めたんじゃないかなと思いましたね。おばさんとこう仲良くなったきっかけってどういう感じなの？役者さんって普通に考えたら、初めてそのギャバンレコーディングするときに来てくれたんですよ。
え二人で初めての時ですか？その時は初めて会ったんですよね。だからうわすごい人が来たなと思ったら写真見せられて、うわかっこいい、これ未来だと思ってね、ずっとこの格好はね未来ずっと続くよと思ってた。その時にやっぱりコーディングでそういう主役の方が来たら、ちょっと舞い上がっちゃって、レコーディングやばくなるんじゃないですか。そうじゃなくて帰って気合い入っちゃって、結局すごい早く終わった。太陽センターサンバルカの時にレコーディングが大変だったんですよ。なんでですか？子供たちにかっこよく歌ったって言われた時に、分かったっつって、まあ自分なりにかっこよく歌ったら、ワンコーラス歌い終わったら、違うんだよねって言われて、で、また何回もその歌って、違うんだよ。それしか言ってくれないんですよ。もう、まあ、しょうがないな、普通に歌ってみようって歌ったらそれで OK になってるから、なんで OK になったの分かってない。芦田さん自身がサンバルカンその雰囲気で、当時はもうソニーガンも含めて10曲ぐらいレコーディングしてるわけですよね。1年が経って今度はギャバンだった。でギャバンの時も時間かかるんだなと思ってたら、さらっと OK っていうでよく考えたら、ああそうか、歌にこれなんかそういう優しさが出てたのかなって。それからあの人が来たおかげでいろんなこうギャバンの予告とか流してて、そういうのを見ただけで、こういうことなんだっていう。そしたらそのレコードの日にいきなり来たんですよ。だから昔コロンビアとかチスタとか広いから、プロデューサーとか皆さんいっぱいいらっしゃるんですよ。その中で普通だとね、こっちもなんかやばいな今日っていう感じになっちゃうじゃないですか。普通逆に今日やばいですよ。すごい。なかなか僕らもその皆さんとかテレ朝の方とかたくさんの方に結構ね来る現場ってあるんですけど、なかなか主人公の方が来るってレコーディングの前に来るって、そうですよね、なかなかないですよね。でその後いろいろシリーズやってましたけど、その後はなかったです。大場さんと加納明香さん、見にですね2人で来てくれて。マジっすか？羨ましい。その時によろしくって言われても中と同じですよ。よろしく言うけどもらっちゃったんですよ。もらっちゃって、うわあれだったもんね。いやでもなんか僕はギャバンの歌やっぱ聞き直したら、やっぱすげえかっけえっす。だからイケメンな声だなみたいな、イケボだなとか。だから歌の歌詞もね、当時だったからできたんですよね。でもやっぱり歌を聴いてっていうのがその後にね随分、皆さんなんかこう共鳴した部分があったんで、やったなと思ったんです。最初のレコーディングにおばさん来てくださって、でその串田さんとおばさんがこう主題歌を歌ってる方と、主人公の方がなんか仲いいですよね。そうなんですよね。だからそれがね45年ぐらい前でしょからずっと今度いろんなイベントがあるわけです。でイベント終わって帰りに打ち上げ、車の中で使われるんです。でそういうことやったり、あとは釣りやるんですよ。釣り僕も大好きで、大場さんも大好きで、よかったのはね、何度もいろんなとこ行ったんですけど、仕事終わって泊まって翌朝釣りやろうっていうことで、そしたら翌朝土砂降りだったんでどうするって行こうよって言われてで行って、もう飛行機に乗るギリギリまで釣りやってね、雨の中ですか？びっしょびしょで車の中でオフみたいになってして、で飛行機乗って帰ってきた。ワイルドです。いやなんかすごいなんかちょっとお人柄がこう垣間見れるとってもなんかいいお話で、串田さんとおばさんのツーショットもっと見たいなかったな。いろんなだからギャバの時じゃないけど、いろんなイベントとか、あと撮影なんかの時にお子さんね自分で全部やるわけですけど、普通の平場で下にちょっと草が生えてるぐらいですよ。何もクッションないです。そこでバクチやってるんです。マジでですか？ここでやるのって言って、そうね。あんまり怪我したりないんじゃないかな。それだけ自分で鍛えてるし、だからなんかいろんなスポーツもそうで、それだけやってるから、多分いろんなシーンがあって、自分自身でギャバンをどんどん育ててる。そんな感じだったもんね。だからそういう実際に見た時、だと思う。これはずっと持っとかなんか言ってて後で映すのかなと思ったら、
何にもしないけどその場でやってるんですよ。ああ目撃者だと思っちゃった。僕らはいつも串田さんの素晴らしい歌にもういつも聞き惚れましたし、いやもう圧倒的なパワーで歌われる串田さんをいつも袖から見てうわーってみんな思ってましたから、そんなお二人がずっと仲良くされていて、今回はちょっと本当残念なお話でしたけども、これからも串田さんが歌い継いでいくことで秋山の素晴らしさや大場さんの素晴らしさが伝わってくるんじゃないかな。大場さんのね素晴らしいとこ歌い続けてなんかどっかで語れたらいいかなとは思ってるんですよね。串田さんが変わらず歌い続けてくださることが僕らの勇気になりますので、もちろん僕らはスーパー戦隊としてつながりでサンバルカも今日はご一緒させていただいて本当に光栄だったんですけど、名曲をたくさんお持ちの串田明さんなんで、これからもぜひ大復活されておりますので、皆さんぜひ串田さんに会いにいろんなイベントやライブに駆けつけてくれたら嬉しいなと思います。頑張ります。ぜひよろしくお願いします。これからも背中を追いかけさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日は串田明さんに来ていただきました。改めていいねボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。皆さんありがとうございました。串田さんまたぜひご一緒できたら嬉しいので、いやもうこちらこそまたよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。